皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。今回はこのチャンネルで一番再生されているお金にまつわる話をしていきたいと思います。 YouTube を開設して丸3年、今年で4年目に入るんですが、去年2024年の1年間合計44本の動画を投稿し、どれくらいの収益が出たかというのも毎月ごとに1円単位で詳しくお話ししていきたいと思っています。ということで前置きはここまで。実際に1月の収益について発表していきたいと思います。このチャンネルは2022年の5月に開設したので、ちょうど1年半ぐらいが過ぎた頃で、1月1日時点でのチャンネル登録者数は26,043人。この月に出した動画の合計本数は3本、月間の再生回数は31万回。1月の前半は動画の毎週投稿をお休みし、2024年はスロースタートを切ったこともあり、 YouTube からいただいた収益の合計は21万4807円でした。ちなみに2024年の上半期については2本目の収益動画でかなり詳しく深掘りしているので、収益がどうやって決まっているかや広告の種類などいろいろ知りたいという方はぜひそちらもご覧ください。2024年の2月1日時点でのチャンネル登録者数は27,367人。実はここから YouTube ドリームが見えてきたという月になるんですが、この月の合計投稿本数は5本、月間の再生回数は80万回を超えました。実はこの時がこのチャンネルで一番多くの方にチャンネルを月間で見てもらった月で、1年前に出した北欧の巨大スーパーに潜入する動画で多くの方に見つけていただくことができました。そして気になる YouTube からいただいた収益の合計が57万3832円でした。2024年3月1日時点でのチャンネル登録者数は31,954名。チャンネル開設からコツコツと毎週1本動画を出すということを続けていく中で、ずっと私が目標にしていたチャンネル登録者数3万人という壁を突破することができたタイミングで、この月に出した動画は合計5本、月間の再生回数が58万回。なんとこの時は2月の80万回でいただいた収益よりも多くの収益をいただくことになり、57万5571円でした。2024年の4月1日時点でのチャンネル登録者数は33,330人。この月には今現在で100万回以上再生していただいている収益動画も投稿させていただき、 YouTube の今までリーチしたことがなかった人たちにも動画が届くという経験をさせてもらった月になります。この月に投稿した動画は4本、月間の再生回数は53万回で、月間の収益の合計が34万8579円でした。2024年5月1日時点でのチャンネル登録者数は36,799名。このチャンネルも3周年を迎え、いろいろな動画のジャンルに挑戦するということの大切さを一番感じていた時期で、スウェーデンで暮らす私たち夫婦の年収だったり生活費っていうのを赤裸々にお話しする動画も作りました。実は今年から私が学生になったり、そして妊娠していて8月に赤ちゃんが生まれるんですが、その後はちょっと経済的なところがどうなるかっていうのがまだ分からなかったりするので、スウェーデンでは育休は男性女性どっちが取るのかとか、何日間もらえるのかとか、育休中のお金事情みたいな動画も作れたら楽しいかなと思っています。2020年5月の投稿本数は4本、月間の再生回数は60万回で、いただいた収益の合計は40万8204円でした。そして上半期最後の6月になります。6月1日時点でのチャンネル登録者数は3万9353名。このチャンネルで大人気の
北欧 DIY っていう動画のシリーズをこの時頑張って編集して出していたんですが、月間の投稿本数は4本、月間の再生回数は68万回で、いただいた収益が40万7837円でした。と、ここで上半期をまとめると、半年間で25本の動画を出し、再生回数の合計は350万回、そして6ヶ月の間にいただいた収益の合計が252万円でした。イエーイすごい。そうで、実はもうこの252万円っていう数字が2023年の1年間でいただいた収益より多いっていう、ちょっと自分でもびっくりな嬉しい展開になりました。で、これを月換算すると月間で42万円もらっているという計算になります。以前の動画で再生回数とチャンネル登録者数と数字をいろいろ比較しながら、あんまりチャンネル登録者数は関係ないよっていう風にお話ししていたんですが、皆さんはこの数字多いと思いますか？それとも少ないと思いますか？よかったらコメント欄で皆さんの感想を教えてください。そしてここからが実は初出しの数字になります。2024年の7月1日時点でのチャンネル登録者数は41,903人。この時はヨハンの韓国出張についていく形で、私も少しだけ夏休みをもらい、旅行を楽しむことができました。そしてこの月に出した動画の合計本数は3本、月間の再生回数が36万回で、月間の収益の合計が26万3106円でした。2024年8月1日時点でのチャンネル登録者数は42,948人。8月は日本が大好きなスウェーデン人の夫と4年半ぶりに一緒に帰国ができ、家族と楽しい時間を過ごしたり、美味しいものを食べたり、たくさん買い物をしたりと、最高の夏休みを過ごすことができました。今年は残念ながら帰国する予定はないんですが、2026年になり子供が1歳になる頃には家族3人でまた日本に帰国したいなと思っています。この月に出した動画は合計4本、月間の再生回数は38万回で、 YouTube からいただいた収益の合計が30万と2472円でした。2024年9月1日時点でのチャンネル登録者数は43,957人。この月はたくさん撮影をしていた韓国編や日本編の動画など合計5本を出し、月間の再生回数が48万回、いただいた収益の合計は39万2690円でした。そして2024年の10月1日時点でのチャンネル登録者数は44,984人。月間の再生回数は36万回で、いただいた収益の合計が37万3287円でした。2024年の11月1日時点でのチャンネル登録者数は46,217人。実はこの時に家族の不幸があり、チャンネルをしばらくお休みすることになり、11月に出した動画の合計本数は2本。でもありがたいことにYouTube の特性上、私の活動がストップしていて動画投稿をお休みしている時でもチャンネル自体はずっとそこにあるので、新しく私たちの動画を見つけてくださる方もいたり、この時点で過去に120本以上の動画が溜まっていたので、それを繰り返し見てくださる方とかもいたりして、動画の投稿本数は2本だったんですが、月間の再生回数は26万回、いただいた収益の合計は25万と4654円でした。そして2024年の最後の月12月になります。12月1日時点でのチャンネル登録者数は46,808人。この月は1本だけ3分のとっても短い近況報告動画っていうのを出させていただきました。ここも11月と同様で
これまでの過去の100本以上の動画を多くの方に見ていただいたっていうことがあったので、私の活動自体はほぼゼロに近かったんですが、そんなお休みをしている中でも月間の再生回数が22万回、そしてそんな中でいただいた収益の合計が19万3224円でした。と、ここで下半期をまとめると、動画の投稿本数は下半期だけで19本、上半期の25本と比べると6本も動画が減ってしまったんですが、再生回数の合計が216万回、6ヶ月間の収益の合計というのが177万9388円でした。そして下半期のこの収益っていうのを1ヶ月ごとに平均にすると月間で29万6564円いただいていることになります。2024年をまとめると、1月1日時点でチャンネル登録者数が2万6043人だったところが、1年間続けていくことでほぼ倍になり、12月31日時点では4万7430人まで増やすことができました。最後の最後はちょっと動画の投稿ができなくなってしまったんですが、毎週1本動画を出すことを目安に2024年は合計で44本の動画を投稿し、チャンネル全体を通して年間で570万回再生していただきました。ということで、ここで最終発表です。犬と私と北欧暮らしチャンネルの2024年にいただいた収益の合計は430万8164円でした。これを月平均にすると35万9013円ということで、この数字皆さん多いと思いますか？それとも少ないと思いますか？私個人の感想としては、毎週、1週間に1本動画を出すっていうのを1年2年そして3年と続けてずっと続けてるっていうこと自体がきっとチャンネルの成長を手助けする一番の理由だったのかなと思いますし、2024年の最初の頃は2万人台、そして3万人を超して4万人後半っていう感じで推移していったんですが、動画の再生回数っていうのが本当にバラバラではあるんですけど、チャンネル登録者数が5万人いってないんだけど、50万回ぐらいは毎月再生してもらえるっていうことがあるので、小さいチャンネル運営なりにたくさんのお金もいただいていますし、それよりも皆さんからの応援だったり、私は特に北スウェーデンの田舎に住んでるので、こういう動画を発信することでいろいろなアドバイスをいただいたり、人とのつながりを感じれるっていうところもすごく魅力かなと思っています。で、ちなみにこの額っていうのはYouTube を運営している Google で、私の場合はヨーロッパ支店のアイルランドのオフィスの方から私のスウェーデンの銀行口座に送られてくるお金ではあるので、個人事業主としてのトータルの収益っていうわけではなく、私の収益の中の大きな割合として YouTube があるっていう感じになっています。そこからまた経費だったり、控除できる額があったりして、その利益を引いて、その利益の何%分かは税金として支払うっていうね、当たり前のことなんですけど、納税をしているので、じゃあ実際に私が今フリーランスとして活動している中でどれぐらいのお金が手元に残っているかっていうのを実際に税金の確定申告をする中で見えてきた数字があるので、ちょっと今回はそれを初公開、もちろん初公開なんですが、赤裸々にお話ししていきたいと思います。 YouTube からいただく収益以外にも
企業さんから直接こういう商品を紹介してくださいっていう案件をいただいていたり、他にも私個人としてお仕事をいただくっていう場合もあるので、全部まとめて事業としていくらもらっているかっていうところをまず発表したいと思います。もちろん企業案件については詳細な数字をお話ししないっていう、契約ではあるので、この企業さんからいくらもらいましたとかは言えないんですけど、2024年の年間の売上っていうのが560万円でした。でそこからコストっていうのを引かなきゃいけないので、そこのコストを差し引いた年間の利益っていうのが400万円です。売上が560万円で利益が400万円の時に、皆さんどれくらいの税金を払うと思いますか？スウェーデンではこの所得税っていうのが住む地域によってもバラバラで、もちろん所得税っていうのも累進課税なので、いくらもらっているかによってパーセンテージが変わるっていうのがあります。私の場合は所得税は33% 払っています。でそこにフリーランスとして自分でね払わなきゃいけないお金としては、自己雇用者保険料っていうのがありまして、自分で社会保険料払いましょうねっていうところで、税金がおよそ 29% です。フリーランスとか、個人事業主であっても、病気をしたり育児休暇を取りたいっていう時にこの社会保険料を払っていることで、フリーランスなんだけど育児休暇が取れるっていうのは、日本でも同じですかね。今年確定申告をして支払った2024年分の税金なんですけれども、それが、年間の最終売上が560万円、年間のコストが160万円あったので、その年間の利益っていうのが、400万円になりました。そこからじゃあ納税額いくらかっていうところなんですが、これちょっとびっくりされるかもしれない。私はちょっとびっくりしたんですけど、その額がなんと170万円です。結局手元に残るお金はいくらなのっていうところなんですが、その額が230万円でした。納税額割る利益っていうのを実効税率っていう風に言うらしいんですけど、私の場合はその実効税率っていうのが 42.5% でした。だから結構利益のさ 42% が税金になるのかと思って、厳しいなって思っています。それで同じように日本では560万円収益があったとして、それで利益を考えると400万円。じゃあその400万円の利益の中でどれぐらい手元に残るんだろうっていう計算もちょっとやってみました。ちょっと間違ってる数字かもしれないんですけど、皆さんのエンタメとして目安として考えてみていただきたいなと思います。フリーランスの場合は結構控除が使えるんですよね、日本だと。なので基礎控除だったり青色申告特別控除、国民年金保険控除、国民保険料控除、そしてその他の控除とかいろいろ組み合わせると、控除がだいたい158万円ほど使うことができるみたいです。その158万円の控除全部使ったらっていう話なんですけど、その場合は課税所得って言われてる、税金として払わなきゃいけないのに計算するのに使うお金っていうのが240万円ぐらいになるらしくて、そうすると所得税がね 5% から 10% の幅になるらしいんですよ。ということで所得税は日本の場合だと14万4000円になるらしいです。それに住民税っていうのがかかってくるので、それは全国一律で所得の 10% って言われているので、
そうなると先ほどの控除額を引いた、課税所得240万円の 10% なので24万円。個人事業税っていうのがあるんですけど、それが290万円未満だとゼロらしいので、その税金はかかってこないそうです。で、国民健康保険料っていうね、フリーランスなので会社に属してないので自分で国民健康保険も払わなきゃいけないんですけど、そうすると、大体、自治体によって全然額が変わるらしいんですけど、大体20万から30万円と言われているので、その真ん中を取って25万円。次に国民年金ですね。年間が大体20万円ほどになるらしいです。ということで、所得税、住民税、健康保険料、国民年金っていうね、全部を払っても84万円で済むらしいです。はい、だから私は今回170万円払ってるから、100万ぐらいは手元に日本の方が多く残るのかと思って、なんか全然違うなっていうふうに思いました。最後は日本と比較してちょっと日本の方が夢みたいな数字だなと思ってしまったんですが、でも私自身は今スウェーデンに暮らしていて、すごくたくさんの支援とか、恩恵も受けているなと思うので、納税はすることはあまり嫌だなと思ったこと自体はないです。そしてこれからその育児休暇っていうのを取ったり、赤ちゃんが病気になった時も、病状休暇っていうのも取れたりするので、そういったところで社会保険料って使われているのかなと思って、高い、税金を払うことに関しては、私にとか自分の子供に帰ってくるって考えると、妥当なのかなと思ったりもしています。皆さんは私の1年間の収益を見た時にどんな風にお感じになりましたでしょうか。よかったらこのコメント欄でここが意外だったとか、ここについてもっと深掘りしてほしいみたいなリクエストとか、本当にいろいろな皆さんの意見、そしてリクエストお待ちしています。今回も最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ヘイドー。Går den inte fast? Där det sitter.